再生の輪。心臓中枢には過去の幾多の地上出生によって作られた種子原子が存在している。その種子の中には過去の生活、失敗、成功、また過去の性格まで、これは現に魂の中ににじみ出ているが込められている。人間は心臓内在のキリスト、すなわち光を知覚していくにつれて、その知力がよみがえって過去世の記憶が戻ってくる。これら記憶は心臓の心に湧き上がり、脳に記録される。再生の法については多種の意見や戸惑いがある。一部の人は肉体をとって再生することに抵抗を示し反対する。すなわち肉体生活を終えて光明の世界へと入った者がなぜにもう一度限界に戻らねばならぬのか、このところが理解できないのである。彼らは言う。この法には何の理由も何の道理もない。神が全知にして全き愛であるという観念とは一致しないではないかと。彼らによれば愛する友が他界していて、時折素晴らしい他界からの通信をもたらしてくれる。この友がなぜにもう一度この悲しみの地上に戻ってこねばならないのか、どう考えても腑に落ちないのである。そんなことは無意味である。すでにその魂が天界の光明を多分に吸収していたとする。それなのにもう一度低級な、おそらく性に合わぬ地上の環境の中に戻らされるなど、到底合点がいかぬのである。それは愛と進歩の神の秩序に反するものである。再生は大きな問題である。現在流布している見解は未熟で、実際とは甚だ違ったものである。再生の法がはっきりわかるようにならねば、生命のさらに深い問題は一向にわからぬであろう。また、いくら神は善である、愛である、全知であると信じていても、再生がわからねば、生命の正義については何もわかりようがないのである。生命とは生成進化である。地上生命の全目的は霊的進化。そこに宇宙的課題がある。そのことは魂の進化過程のすべてを知り得て、初めて答えが得られる。人間は有限の心の中に閉じ込められている。だから時間について真実の概念を持つことができない。人は70年を、いや、1世紀ともなれば、長い時間と思う。しかしその真相は一瞬間である。人間は地上生命を全生命で見ることをしない。この故に一回の地上人生が束の間であることに思いが至らぬのである。まず人生を70年一度きりと考えてみよう。次にごく普通の人の人生と偉大な教師、同志たち、いわゆる新人たちの人生と比べてみよう。両者の差をとくと胸に手を当てて考えてみられよ。あなたの魂が今どんなものか、あなたは理想に到達できたか、とくと考えてみられよ。あなたは確かに人間。しかし、また神聖。人生の目的は神聖の権限にあり、新人となるところにあり、事実創造の目的はすべての神の子らのキリスト神聖への進化。ここのところである。あの人の魂は古い。そういう言葉をしばしば耳にする。しかし、その魂はどのようにして英知と力と輝きを獲得できたのか。それこそ地上生活の修練の賜物である。修練によって人は進歩成長する。神の命じたもう最高の修練とは、日常の生活、日常の仕事、これである。このようにしてどの魂も日夜努力を重ねる。だが皆さんはこう言う。それはその通りだろう。しかし、魂は他界に入って、さらに大きな進歩の機会を持つのではないかと、ある程度まではその通りである。しかし、思ってもみられよ。他界には時空の制約、物的生活の制約がない。故に、地上と同じ性質の修練はありえないのである。しかるが故に、再生の目的は修練にある。悲しみをけなげにも耐え、謙遜な思いでことを成し遂げ、他者と幸福を分かち合う。これにより人は鍛えられるのである。魂の本当のふるさとは天界。
美と祝福の地にある。しかし地上経験を持たぬ若い魂たちは子宮の中の胎児と結合される。つまり手足を使ったり歩いたり動いたりすることを学ばねばならないのである。これら子供たちこそ元は神々。新しく生まれいずる者たち。神は物質界をこれら子らが持てる能力を発揮するための修練の場として考案されたのである。種子は地中の闇の中に植えられて初めてその花を完全に開くことができる。我らは人間の地上生活をかようなものと考えている。まず神は御心の中に花の原型、つまり完全な花の姿を描きたもうた。ついでこの種子が地中に植えられその花を開く。あなたもかようなものである。あなたは光を花開くために肉体をとって大地に植えられた種子である。こうしてあなたは完全な神の息子、神の娘となる。神は次元においてその御心の中に完全な新人の原型を描きたもうたのである。